ですが、これをですね、分解していくと、分解してやればですね、できるようになってきますので、はい。こういうちょっと難しいリズムが打ててくると、なんか和太鼓やってるなと、リズム打ててるなっていう、太鼓打ちらしいっていうような感じになって、楽しくもなってきますんで、ぜひ克服してですね、マスターしていただければと思います。はい。一つ目、まず右の動きですね。右の動きをやります。私ちょっと後ろからやりますね。皆さんのしてですね。見えやすいように。で、どんどこはどんどこなんで、どんで下ろしてでどで上がります。どんどどんどこどんどこ下ろして上げて下ろして上げて。で、右の手の形はですね、やっぱり握り手のままですね。で、バチをしならせてですね、握り手のバチさばきを使ってどんどこ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 押してあげて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 やります。どんどこですね。はい。で、これもゆっくりですね、動きを確認しながらドンで川の方に向かってでドで上がると。押してあげて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 やっていきます。はい。で、この右の方は忙しいんでですね、川の近くですね、右の方が遅れていくとこけまにリズムが遅れていってしまうので、あまりですね、腕の方を中段の方まで上げずにですね、ドン、おへその肘をそのままおへその高さのラインですね、ドンドンドコ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 、回転軸はこのへその下のラインです。こうですね。はい。そして今度は左ですね。左だけの打ち方ですが、これもですね、左の方がちょっとバランス的には右2回で左1回ですね。なので左はちょっと振りをつけていくんですが、今度はドンで抜き手の状態で中段の位置ですね。中段の位置にドンって伸ばします。で、ドンドコ、これですね。1回目で下段の位置に上げます。抜き手で下段でドンドコ、下段中段で握り手とで打つんですよね。下段中段握り手。いきなり中段の位置に上げると伸びしろがなくなるんで、ドンとって右を2回目打った時にこっちに曲がっちゃうんですね。で曲がるとちょっとくっついたりリズムが等間隔じゃなくなってくるんですね。なので伸びしろを作るためにですね、左の回転する場所を作ってあげるんですね。でドンでドコドンドコ下段中段で握り手で打つというような動きをしていると。で一つずつ確認しながらですね、ドンドコ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 、初めは右打たずに口で言いながらですね、左の動きを確認しながらやるといいと思います。一つずつ確認してですね、ドンドコというところですね。で、この初めは一個ずつ止まってドンドコドンドコ、ちょっとロボットみたいになりますが、だんだんね滑らかにドンドコ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 、レガートに滑らかにですね打てるようにしていくといいと思います。このピタッと止まるのをメリハリで打つのがいいですね。という2つ使い分けられるといいと思います。はい。ですね。で今度はこの右手も加えですね。右手も加えてやってみましょう。ゆっくりですね。でドン上げたね。ドンドコドンドコドン中段ドンドコ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 ドンド
一つずつドンドコドンドコドンドコと確認しながらやっていきます。はい、これもこの右が握り手だか抜き手だか分かんなくなったりですね。でどっちが上がってるのか分かんなくなったりいろいろ頭混乱してきますが、いっぱいこう頭使いますんで、もう本当にねこう頭の体操ですよ。そうですね。はい、なので脳トレですね。脳トレですよ。活性化されてで体も使っていきますんで、やってるところ二の腕の裏が痛くなったりですね。二の腕が痛くなったりします。こう熱くなったりね。もう普段使わないところなんで、ここを使っていくというところは非常にいいですね。あと日常生活の中なかなかこう指先を使ったりとか手のひらを使ったりというところもないんでですね。この指先の中にはこのいっぱいこう神経が詰まってますので、末端神経ですね、使っていくことによってまたこれもまた脳トレになったりとかですね。はい。でも左手をまたいっぱい使っていきますので、右利きの方だと左が普段使わないから硬いということも多いですね。使うことによってこう右の方がまた力が抜けてきたりしますので、はい。
これも、最後4回打つとするとドンドコドンドコドンドコドン、最後をちょっと強く左をですね打ってアクセントで決めていきます。ドンドコ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 、最後を止めて文章で言うと句点ですね。句点。2回だとドンドコドンドコで、今度は5つ目。今度はスピードですね。そう、ゆっくり打って早く打つと。で、これもどこどんの時と同じようにですね、ゆっくりの時は中段までこうゆったり上げていくんですが、早くなると、これがこう追いつかなくなってくるので、下段の位置で処理していきます。ところからやっていくのがいいと思います。つなげていくというところですね。早くと打ったり、ゆっくり打ったりというところですね。はい。確認しながらね。確認しながら。はい。ということで、ドンとこの打ち方ですね。これも最初は難しいと思いますが、一つずつ確認してですね、ぜひとも打てるようになって、ここからですね、どんどん広がっていきますので、ぜひともマスターしていただきたいと思います。頑張ってください。頑張ってください。では次回は。次回ですね。今度はドコンコ。今までこう右が主体でしたが、この左が主体ですね。コンコ。なんで左利きの方は来たということですが、今までこう右だったらちょっとやりづらいなというところがあったと思うんですが、なんでこの右利きの方はちょっとこうやりづらいな、嫌なのが来たなという感じですが、裏拍なんですよ。これがなかなか取りづらいんですが、これも分解してですね、ずっと確認しながらやっていきますね。はい、ということですね。はい、では次回もお楽しみに。